皆さんこんにちは、絵描きのあきです。私はふんわりとしたタッチでアクリル絵の具で風景画を描いている絵描きです。今日はこちらのこんちわさんからなんとプレゼントをいただきました。すごくモコモコの毛布なんですけど、私の部屋こんな感じで1階からの風がすごい寒くて、もういつも凍えながらこの季節はどう防寒するか考えてるんですけど、そんな中こんなプレゼントをいただいたので、今回はちょっとゆっくりこちらの毛布にくるまりながらお話をしていきたいなと思います。トロトロ、なんかトロトロって感じ滑らかすぎて気持ちいい。では始めていこうと思うんですけど、私が今日お話しするのは、絵を届けるっていうテーマなんですけど、 SNS のテクニック的な部分っていうよりも、こういった考え方でこんな風に行動したら結果的にファンの方が増えて新しく見てくださってる方も増えたよっていうことをお伝えしたいなと思います。私は普段インスタグラムをメインに絵のオーダーのお仕事をいただいていて、絵画の制作やグッズ販売を行っています。去年私はインスタグラムが3000人くらいのフォロワーさんだったんですけど、今年で 2.4 万人ぐらいのフォロワーさんになりました。まず一つ目でお伝えしたいのが、数字はコンパスとして考えるっていうことです。コンパスっていうのは自分の発信してるジャンルや内容、投稿の方向性っていうのが合ってるかどうかを指標にするっていうことです。数字だけ追いかけると苦しくなるんですけど、でも全く見ないのは少し違うかなと思っています。もちろん趣味でね SNS をするくらいなら気にしなくていいと思うんですけど、お仕事で SNS をするってなると数字はやっぱりちゃんと見た方がいいと思います。それはただ大きな数字を目指すっていうことじゃなくて、少しずつ成長するために毎回数字を見て前回や過去と比べていいのかそうでないのか、これを見て改善していくっていうことです。一生懸命時間をかけて作った投稿がこれまでと比べて全然伸びなかったらすごく私も悲しいし落ち込みます。でもそこは本当は落ち込むポイントではなくて、気づけたことがチャンスだと思うんですよね。数字の先にはちゃんと一人一人の人っていうのがいて、その人たちの反応がただ数字に現れているっていうだけなんですよね。なのでもし数字が少しでも上がったら、より誰かの心に届いていいねや保存などのアクションをしてくださったり、時間をかけてその投稿を見てくださったっていうことになります。逆にあまり良くなかったらもう少し改善の余地があるっていうことなので、気づけたこと自体成長できるチャンスであり、自分の方向性を合ってるかどうか確認できるっていうことなんですよね。私も去年の秋前まではデジタルの女の子の絵をメインに風景や食べ物の絵も描いてました。もちろんこの時の絵を好きになってくださった方もたくさんいらっしゃったんですけど、成長のスピードがすごく緩やかだったんです。
でこのままじゃダメだと思って思い切ってジャンルをちゃんと決めて世界観も確立させようと思って今のアクリル絵の具の風景画に変えました。その時すごく勇気が必要で本当はうまくいくか不安だったんですけど、思い切ってそれまでの投稿をアーカイブして新たに投稿を始めたら一気に数字として結果が現れたんですよね。今まで1ヶ月に30人くらいフォロワーさんが増えてたんですけど、ジャンルを決めてからは1ヶ月に2000人から3000人くらい増える時も出てきました。でこの数字を見て、このジャンルでやっていいんだ、この投稿でいいんだっていう指標になりました。その中でも投稿の形式によってはすごく伸びるものとそうでないものがあって、こういう投稿の仕方が長く見てもらえるのかなっていうのに気づけたり、数字は本当に自分のやってる方向性が合ってるかどうかのコンパスだなってその時思いました。なのでまとめると、数字の先には人がいる。でその人たちの反応、数字をコンパスと捉えてこれからの自分の発信に役立てていく。これが数字と付き合っていく、いい考え方なのかなと私は思ってます。ちなみにこちらはウェディングのブーケでそれを絵にさせていただきました。絵だとずっと残るからこうして残していただけるのはもう本当に嬉しかったです。たくさんの人に届けるために大切なことの2つ目は、見ている人のことを考えるということです。ちょっとね、ありふれた言葉なんですけど、実はこれが簡単なようで奥が深いと思っています。SNS を見ている人は街で歩いている人と同じだと考えると、例えばそこに自分の絵をドーンと見せてそこで立ち止まって見てくれる人はどのくらいいるでしょうか。またどのくらい時間をかけて見てくれるでしょうか。とんでもなくもうめちゃくちゃ上手で人の目を引く作品だったら、きっとそのまま街中にポンと絵を置いても時間をかけて見てくれる人はたくさんいるかもしれません。でも私は自分の絵はそうではないかなと思ってて、街中の人はまず時間がない人もたくさんいると思うし、自分の絵を好きな人も全体の一定数の方だと思います。なのでそれほど立ち止まって見てくれる人は多くないと思います。大半の世の中に出ているものはだいたいそんな感じかなと捉えています。 SNS も同じで、みんな時間がない中見ている中で足を止めて見てくれる人はそれほど多くはありません。その中でできるだけゆっくり味わって見ていただく、これがたくさんの人に届けるポイントになります。先ほどお話ししたようにすごく好きな人が時間をかけて見ていただいたら、インスタグラムも YouTube もそうなんですけど、アルゴリズムが働いて同じジャンルを好きな新しい視聴者さんを連れてきてくれるんですよね。それは結果的にたくさんの人に届けることにつながります。それにはやっぱり工夫が必要で、そこで見ている人のことを考えるっていう先ほどお話ししたことが出てきます。
その中でまず1つ目なんですけど、ストーリーを伝える。私はこれが一番発信する上で大切だと思っています。ただ絵を見てそれを自由に感じ取ってもらうのももちろん素敵だし、そういったアーティストさんは本当にかっこいいなって思うんですけど、私はその絵の背景や思いを知った上で絵を見てもらえたら、より人は共感してくださったり、絵に愛着を感じてもらえると思っています。私は美術館で音声のナレーションで絵の説明を聞いた時、例えばゴッホだったら、ゴッホはこんな苦しみの中この絵を描いたんだとか、他の画家さんから影響を受けてこの色を取り入れるようになったんだとか、そういうことを感じたり、背景を知ることでただ美しい絵っていうのからこう心に身近に感じて特別な絵に変わったんですよね。今たくさんの人が持っている、例えば iPhone の話なんですけど、売れ始めた理由はそのスペック、性能ではなくてストーリー、体験や価値観を CM で伝えるようになったからだそうです。伝えられる範囲でいいと思うんですけど、ご自身の投稿にちょっと物語をプラスしてみることをぜひお勧めしたいと思います。次に見る人のことを考える上で大切なのが分かりやすく端的にです。で、さっきの物語を伝えなきゃと思って長い文章でそのキャプションを書いてみる、これももちろんいいと思うんですけど、時間がない人がその文章を読むのかなっていうふうに考えると、やっぱり分かりやすさって大切だなと思います。もちろん X とかスレッズなどの文字を読むのが好きな方が多い SNS ならいいかもしれません。SNS の種類にはよるんですけど、私はできる限り分かりやすく端的に伝えるように意識していて、例えば投稿のスライドの中に絵の写真や描いてる写真と一緒に少ない文章で物語を入れたり、動画を入れてそこにセリフのようにその絵の経緯だったり自分の感じたこととかを入れてみたりしてます。これはほんの一例なんですけど、ぜひ物語や思いを入れるときはみんなが時間がないことを意識して見てもらえるようにちょっと工夫したり、ちょっとした親切な投稿っていうのを心がけるといいのかなと思います。続きをお話しすると、次に大切なのはいつも楽しんでもらうっていうのを意識することです。どんなにいい投稿でも同じような投稿が続いたら見てる人はいつかは飽きます。私は2回大きな出来事を体験してやっとこれに気づくことができました。1回目はジャンルを決める前に女の子の絵のオーダーが忙しくてずっと同じテンプレートでオーダー作品を投稿していました。絵の内容はもちろん違うんですけど、ずっと同じような投稿が続いたんですね。でその結果少しずつフォロワーさんが増えなくなって、で既存のフォロワーさんのリアクションも少なくなって、で結果的にオーダーも少なくなりました。で怖いことにもう絵描きを続けられないくらいに生活が苦しくなっていったんですね。で2つ目の経験は、次はジャンルを絞って投稿も伸びていった時
の話なんですけど、まだあまり改善とかはしてなくて、伸びた投稿と同じような型にはめてしばらく投稿していきました。そうするとこれもまた同じようにだんだんと伸びなくなっていきました。これを経験していつも楽しんでもらう、飽きさせないっていうことの大切さを学びました。それからは時間がなくオーダー作品しか投稿できない時でも、投稿のデザインや型を変えたり伝え方を変えたり、あと、動画だったらちょっとアングルを変えたり、ちょっと出す雑貨とか自分の洋服だったりとか、本当にちょっとしたことなんですけど、そういうのを少しずつ変えたりして、常に変化があるように工夫するようになりました。現状維持では後退するばかりであるという意味の名言をウォルト・ディズニーさんが残してます。ディズニーはいつもとっても素敵なお土産がたくさんあると思うんですけど、なんと毎年違うものにアップデートしているそうです。彼は完成イコール停止イコール衰退の始まりっていうふうに考えていて、常に変化して改善し続けなければ見ている人にはすぐに見放されてしまうっていう危機感を常に持っていたそうです。ちょっとかなりストイックだなって思うんですけど、そんな信念があるからこそこんなに長い間多くの人に愛されているんだなと思います。ずっと一線で走っている人たちを見ると、見ている側にはわからないたくさんの努力や工夫があるんだなと、私も見る目が変わりました。私もそんな気持ちでいつも皆さんに楽しんでいただけるように新しいことに挑戦したり、よりいいものをお届けしていきたいなと思っています。細かいことでもっとこんなこともしてるなっていうことは他にもいろいろあったんですけど、今回はこのお話ししたことが大きなポイントかなと思ってお話ししました。私も自己満足で投稿したものはインスタグラムでも YouTube でもあんまりたくさんの方に届くことはないので、もちろん自分が楽しむっていうのはね一番に大切だと思うんですけど、やっぱりたくさん見てもらえるのは誰かのために思って作ったものや、見ている人が特別な一人だと思って一生懸命作ったものがたくさん見てもらえます。ぜひたった一人の人を楽しませる、そう思って一つの投稿を作ってみてください。きっとそれが結果的にたくさんの人を連れてきてくれる大きな投稿になると思います。いろいろお話ししましたが、本当にね、もう毎日生きるだけでもう本当にいっぱいやることあるし、家事もあるし大変だと思うんですけど、もしね余力があるなら今日お話ししたことを実践してみてもらえるなら本当に嬉しいです。皆さんゆっくり休憩タイムをとって一緒に頑張っていきましょう。ちなみに今日動画内でたくさん使わせていただいたこちらのもちわさんの毛布なんですけど、なんかもういいんですかっていうぐらい本当にめちゃくちゃ気持ちよくて、なんか毛布自体がこうあったかいっていうよりも、なんかこうあったかい、なんか毛布かけて、でなんかその熱を逃がさないっていう感じでどんどんこう
触れてるとあったかく感じるっていう風に感じました。なんかもうねトロトロでもうシルクみたいなトゥルンってした感じですごく気持ちよくてあったかかったです。ちょっとここにせっかくなのでちょっと製品の詳細も載せさせていただきます。こんちゃんさん、本当に素敵なプレゼントありがとうございました。なんかクリスマスにキャンペーンをされてるみたいなので、なんか気になった方は概要欄とコメント欄にもリンクを貼っておくので、もしよかったらご覧いただけたら嬉しいなと思います。ちょっと私もこの毛布を使ってこの寒い部屋で冬を乗り越えたいと思います。はい、それでは長くなりましたが、今日の動画はここまでにしようと思います。今日も見てくださりありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。